はいどうも、岸田模型です。今回は長谷川の RX7、こちらの車高を落とす加工をやっていきます。まずは仮組みして車高の様子を見てみます。足回りは実車と同じ構成で、前ストラット、後ろがリジットというシンプルな構成になっています。あっさり仮組みは終了します。仮組みはマスキングテープを使って留めています。ノーマルの車高の具合を見ながらどれぐらい車高を落とすか決定します。今回は 2mm 落とすことにします。ホイールも変えたいので、どのくらいの幅で辛い位置に持ってこれるかも測っておきます。それでは車高を下げる加工を行います。まずはリアから車高に関係する部品はこの3つです。ホーシングとサスペンションになります。サスペンションは 2mm カットして短くします。ホーシングは中央からシャーシに取り付ける用のダボ穴が伸びてますので、これを 2mm カットします。リアはこれだけです。他にワッツリンクやショックアブソーバーの部品があります。当然位置関係が狂ってきますが、これはシャーシを組み立てるときに適当に合わせて取り付けることにします。続いてフロント側です。フロントも部品はサスペンションとロアアームの3点。サスペンションの上側 2mm をカットします。シャーシ側にはまるピンがなくなりますので、穴を開けて 1.5mm の真鍮線を刺してピンの代わりとしておきます。ロアアームはサスペンションが短くなった分、サスペンションのはまる部分を 2mm かさ上げする必要があります。1mm 圧のプラ板を使ってかさ上げします。このプラ板を2枚貼ればちょうど 2mm 分かさ上げすることができます。プラ板を接着してロアアームの外形に合わせて削ります。サスペンションの部品がはまる穴が塞がっているので、ドリルで穴を開けておきます。以上で車高落としの加工は終わりです。今回のセブンは単純な構造だったので非常に楽ちんです。この辺はキットによって変わってきますが、基本的にはホイールがはまる部分を落としたい車高分だけ上げてあげればいいわけです。プラ板の厚みによって調整すると寸法が狂いにくくやりやすいと思います。シャーシ側は以上なんですが、車高を落とすとタイヤがボディのフェンダーの縁に当たってしまうことがあります。今回もかなり低めでフェンダーがタイヤにかぶるくらいになりそうなので、フェンダーの縁を削っておきます。でこれが車高調整後となります。調整前と比べるとだいぶ低くなりましたね。今はノーマルのタイヤホイールがついていますが、これも変えようと思います。で、ここからちょっとおまけになります。ホイールとタイヤはお手軽に青島富士見のものにしようかなと思ってたんですが、どれもですね、太くてちょっと入らなさそうなんですよね。で、オーバーフェンダーでもつければいけますが、今回はボディはノーマルにしたいと思っていて、それでまた 3D プリンターでホイールを製作してみました。で、製作したのはロンシャンになります。これ青島とか富士見からも出てますが、ちょっと売ってなかったのでちゃちゃっと作っちゃいました。タイヤは手持ちにオレンジウィルズのタイヤがあったので、これを使おうと思います。はい。まずちょっと時間がなくてですね、このプリンターで出力しただけで合わせてないんですが、これもまた次回以降の動画でご紹介できればと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回。